本日流れとしてはですね、補足の部分をまずお伝えさせていただきまして、その後、前半黒真珠についてですね、後半シャードについてお伝えさせていただきます。はいどうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日は前回のアップデートによってシャードと黒真珠が再配置されました。それによって以前お伝えしておりますシャード、あと前回資源回収の方ですね、お伝えいたしました黒真珠に関しまして大きく変わってきた部分になりますので、そちらを取りまとめさせていただいてお伝えさせていただこうかと思います。あと、資源回収の方でですね、コメントでいろいろ情報をいただきましたので、そちらも補足としてお伝えさせていただこうかと思います。本日流れとしてはですね、補足の部分をまずお伝えさせていただきまして、その後、前半黒真珠についてですね、後半シャードについてお伝えさせていただきます。概要欄の方からチャプターで各項目飛べるようになっておりますので、よろしければご活用いただければと思います。黒真珠の方ですね、以前お伝えしておりました深海洞窟の方がですね、後ほどお伝えいたしますが、黒真珠がですね、見た目そのままにシリカ真珠が取れるような状態になっておりまして、ちょっとバグなのか、今回のアップデートで変更になったのか、なんとも言い難いところはあるんですが、代わりにですね、獲得比較的しやすいであろうもののおすすめもご紹介しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。シャードに関してもですね、今回の追加分以外でも以前お伝えしている濃縮ガスロックからの獲得も含めてですね、フィヨルドのシャード事情まとめた状態でご紹介しようと思っておりますので、ぜひご確認いただければと思います。普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まず寄せられました情報についてですね、資源回収の補足という部分でお送りしようかと思います。コメントいただいた方々本当にありがとうございます。大きな部分として2つございまして、まずはこちらケイブオブタイム、時の洞窟に関して樹液を取れる場所がありました。こちらですね、手動で取っていただくとこのように樹液が取れるものになっているんですが、こちらに関して追加情報としてですね、こちらのパラケラテリウムで取得すると、なんとプラント Z が手に入るということでした。実際やってみますね。はい。これでプラント Z 今3つ手に入りましたね。プラント Z 何かっていうと、こちらで菜園台に入れると、アベレーションにある光る植物を生み出すことができます。プラス便利なのが、プラント Z の種ゲットしますと、こちらにいる光原生物たちのテイムに有効なアイテムになっております。通常でしたらキノコ各種ですね、それぞれ適用したものを使うキノコよりもテイムがしやすいというアイテムになってます。一応寄せられたコメントにはですね、アンキロやエクウスではちょっと取得ができないというお話だったんですが、ちょっと検証させていただいて、アンキロくんでもですね、取得が実はできまして、一応アンキロくんの場合、この尻尾攻撃ですね、通常採掘するときに使うものと、この特殊攻撃ですね、セカンド攻撃で口からこう攻撃する攻撃があるんですけど、通常こっちは採掘の方ですね、ピッケルと同じ形で、この攻撃するとビリとかが取れる攻撃になるんですが、こっちのパソコンで言うと右クリックの攻撃だとプラント Z が獲得できます。尻尾攻撃すると樹液しか手に入りません。こっちの攻撃だと取得できます。ただ取得量ですね、確率はちょっと低いようなので、おそらくパラケラの方が取得量が多い分ですね、ゲットがしやすいというところになってます。
他の植物採取系の恐竜たちであれば、そこそこ確率は低いですがゲットできるというものになっているようですね。もしかすると手で取っていても取れるかもしれないんですが、取得量が少ないので、取れる確率っていうのは極端に低いというものだと思われます。続いてですね、バルヘイムの硫黄エリアになってるんですが、こちらに関して濃縮ガスが獲得できる岩があるというところでですね、最初ですね、ここの黒い岩かなと思っていろいろ試してたんですが、ではなくて、この硫黄の黄色いやつですね、あるんですけど、これに関して通常こういうやつは取れないんですが、攻撃できるやつがあります。見ていただいた通り、この岩に関してはですね、濃縮ガスが硫黄とともに取れます。石と硫黄と濃縮されたガス。残念ながら、ここに関してはシャードは取れません。もちろん、アンキロ君でも取れます。アンキロの方が取りやすいですね。ちなみに、若干斧の方が濃縮されたガスは取りやすいかもしれません。そんなに大きな差はなさそうですが、距離使って取った方が獲得量は多くなります。補足としては以上です。続きまして、アップデートによってマグマの巣にあるシャードと黒真珠のスポーンが 70% 減少しました。どんな感じになっているか見ていただこうかと思います。このあたりは、以前あったシャードなんですが、このあたりですね、黒真珠だけになってます。以前はここにシャードが一緒に並んでたんですが、黒真珠のみになっておりますね。このあたりもシャードがなくなって黒真珠のみになっております。黒真珠は言うほど減った感覚はないんですが、シャードに関してはかなり巣からですね、減った感覚がありますね。この部分ですね。ちょっと巣に埋もれてる部分ありますけど、この端っこの部分は割と黒真珠ですね。取れる部分はあるんですが、シャードの量はかなり減った印象があります。以前ですね、来た動画と見比べていただければと思います。では、ここからはまず黒真珠についてご紹介させていただきます。まずは以前ご紹介した時にですね、おすすめの場所としてご紹介させていただいた海底洞窟に来ております。これもコメントをいただいて再度検証した上で分かったことになるんですけども、コメントありがとうございます。こちらですね、見ていただいた通り明らかに黒真珠ではあるんですけども、なぜかですね、取るとシリカ真珠が取れてしまうというものになっております。ストーンマップは黒真珠になっているので、もともと黒真珠なんですけど、今回のアップデートで変わったのかどうかっていうところはあるんですが、見た目がですね、どう見ても黒真珠なんですね。通常白なので、シリカ真珠の場合。なので、これがバグで一時的に何かの間違いでシリカ真珠になっているのか、アップデートでこのままシリカ真珠に変わったのか、なんとも今ちょっと判別がつかないところになるので、もしまた黒真珠取れるようになったら、コメント欄などに記載させていただこうかと思いますので、たまにですね、見に来ていただければと思います。どちらにせよ安全に真珠と原油が取れる洞窟というところにはなるんですけど、困りましたね。一応ですね、他にも黒真珠取れる海底洞窟があるので、後ほどご紹介させていただきます。ここほど安全ではないんですけど、順番にご紹介していきますね。ではですね、まず追加された部分として、ライトニングの巣とポイズンの巣ですね、にそれぞれ追加されました。そこのご紹介となります。まずはアスガルノのライトニングワイバーンの巣です。こちらですね。一応、入り口でかいんで分かりやすいんですが、地図としてはこちら。絵がミッドガルドのものなんで分かりづらいですが、この位置ですね。座標がこちら。ここを入っていくと、ちょっと近未来っぽい作りになってるんですが、ここがライトニングの巣になってます。ちなみにここは特に何もありません。ここなんか開きそうでかっこいいんですけど、何もないです。ということで、こちらがライトニングの巣になってるんですけども、こういう感じですね。ここに関してなんですが、このままいきますね。
こちらの奥側ですね。この部分の水中に入っていただくと黒真珠があります。ここにあるだけなのでそんなに広くないです。こっちが特にないんで、こっち側も特にないんで深いんですけど、特に黒真珠はありません。この真ん中ぐらいのとこ、中腹ですねの一部にちょろっと、ある状態になってるんですが、また厄介なところでですね、巣のど真ん中なので、もちろんライトニングにこんだけ反応されるというところもあるんですが、深さもですね絶妙に調整されているのか、攻撃当たる深さなんですね。なので獲得としてはそんなに安全ではないです。ライトニング一掃してからでないとちょっと取るのは難しいかと思われます。ポイズンワイバーンの巣ですね。一応マップはこちら、座標はこちら、こちらも入っていただいてですね、この辺は浅瀬になってまして特にありません。奥の方行っていただくと、ここが一番最奥なんですが、最奥からちょろっと半分はいかないぐらいですかね。こっちの方が若干ですが多い感じになってます。この辺はもうないですね。この辺り一帯が黒真珠が取れるものになってます。ちょっと見えないですけどね。暗いのもあるし、もともとこう濁ってる水なのでちょっと見にくいんですが、明かりが出た。こういう感じですね。こちらも取りにくいんですが、ライトニングワイバーンよりはマシ。で、浅瀬になってるんで、一応直接攻撃は当たるんですね。ガスの対策すれば、このワイバーンのブレスは効かないんですけど、ただワイバーンの直接攻撃は若干当たる浅さになってるので、おそらく水量の調整っていうのが入ってたので、この辺を調整して一応ワイバーン狩らないと獲得は難しいっていう作りになってるんだと思われます。では最後ですね、黒真珠もう一箇所をご紹介していない場所があるので、合わせてご紹介させていただきます。これは今回のアップデート関係なしに前からあったところではあるんですが、先ほどの海底洞窟が完全に安全なエリアではあったのでご紹介していなかった部分になります。ここも危険エリアではあるんですけども、今ご紹介したですね、各ワイバーンの巣とマグマの巣よりは出てくる恐竜自体はですね、実際こっちの方が危険ではあるんですけど、広い分ですね、遭遇しづらいという部分としてはおすすめさせていただこうかと思っております。恒例の深海洞窟ですね。一応座標がこちら。こちらで海中入っていただいて、この六角中潜っていくところですね。こちら前回ですね、お伝えした時に左沿いに行って安全にですね、エレメンタル鉱石とか取れますよっていうお話をしてたと思うんですが、今回黒真珠に関してはですね、ちょっと潜っていただいて、右側にこのようにでっかい恐竜生物の骨があります。この部分はないんですが、この骨沿いにですね、ずーっと行っていただくと、比較的脇は少ないです。右側何もないんですが、勝手左ですね。背骨からして左側回っていくと、要所要所にこのように黒真珠があります。ちゃんと黒真珠です。ちゃんと真っ黒です。こんな感じですね。このまま進んでいくと、ここは結構ね、広範囲にありまして、ここにもありますね。ここちょろっとになってますね。湧き具合によるので、おそらく多少変わってくるとは思うんですが、要所要所、適度にですね、この骨のところですね、進んでいただくと黒真珠があります。こっちはなさそうですね。ここが落ち止めかな？もうちょっとありますね。ありますね。要所要所に黒真珠がある状態になります。ここにもちょろっとありますね。なんでちょっと見ながらになりますし、ちょろっとずつ広範囲にあるような感じになってるんですが、場所としてはこの骨があるんで分かりやすい感じになってます。もちろんシャドウと濃縮ロックがあるんで、シャドウも濃縮されたガスも取れるんですけど、一緒に取れるような感じですね。比較的この辺も安全に取れるところになってますね。湧き具合によるので一概に完全に安全ですとも言い難いところはあるんですけど、確実にワイバーンがいる今までのワイバーンの巣やマグマの巣よりは比較的安全と
いうところですね。割といるのがプレシオであったり、リードシクティスであったり、あとノーマルの猛者とかがいる場合が一応ありますね。比較的安全に、シャードとともにですね、獲得できる場所になってます。もちろん、腰とかであれば、誰かが引っ張っちゃった中からですね、引っ張ってきて出口に出るときに、この辺にアルファが溜まってるとかもある可能性はあるので、一概には言えないんですが、比較的遭遇せずに黒真珠を取れる可能性があるところですね。ただ深いんで酸素ボンベはどうしても必須になってくるところはあるんですけども、獲得しやすいんではないかなと思います。では、続いてシャードについてですね。まずは、以前もお伝えしております、比較的安全に取れると言っていた、濃縮ガスロックから取れるシャードの場所を一応取りまとめとして2箇所ご紹介しておきます。1箇所は今の流れで、先ほどもお伝えしましたが、ここですね。さっきの海底洞窟の石に関しては濃縮ガスロックになってますんで、濃縮ガスとエレメントシャードが手に入ります。この辺の石のやつは全部そうなので獲得ができます。ただ、ダンクル君では獲得ができないので、ここに関しては手動で取っていただく必要があります。あとは扱いは大変なんですけども、アンキロ君を出して一応取ることはできます。酸素量だけ気をつけつつですね、獲得していただいて、必要なやつだけ取ってですね、あとは浮いてっちゃうんで結構大変なんですけど、溺死させない程度にですね、猛者とかに絡まれないところですね、安全に出していただければと思います。結構収納するのも難しいところはあるんで、できればこういう天井が低いところに引っ掛けて出し入れしていただいた方がいいかとは思います。猛者に追っかけられて直すとかですと、かなりロストする可能性とかが出てくるので、ご注意いただければと思います。パッと逃げることを考えると手で買った方が面倒ですがいいかもしれません。ここに関してはですね。では続いてメガピテクスの洞窟ですね。地図はこちら、座標はこちら。こちらですね、濃縮ガスロックの岩がありますんで、ここからシャドウが取ることができます。もちろんアンキロ君で狩れます。アンキロ君実はこっちも狩れるので、結構いろいろ取得してしまう部分があるんで、ご注意いただければと思います。一応ラベジャーとかがいるんで、このようにはなるんですが、ここの手前側はラベジャーぐらいしか出てこないんで、比較的安全に狩れます。奥行くと、ちょっと危険な人たちいたりもするんで、ご注意いただければと思います。今回はでもカルノくんぐらいですね。たまにドレイクとかもいたりするんで、スピノとかですね。以上です。では、追加されたシャードの場所ですね。一つ目はこちら、ファイヤーワイバーンの谷になります。一応場所こちら、座標こちらですね。ワイバーンの谷全体ではなくてですね、一部だけになってまして、その上そのまま上がってきたところの周りの風景はこんな感じですね。ちょうど中腹あたりですね。この、橋というのか、谷にかかっているこの橋の部分のちょっと向こうがマグマの巣の洞窟なんで、その反対側の入ったところ、そのまま降りてきたところのこの骨があるところの一角になってます。なぜかファイヤーワイバーンがどっか行ってますが、この状態ですね。他のところは一応湧いてないみたいなんで、もしかするとたまたまかもしれないんですけど、一応この一角だけのようでございます。一応ここに卵を湧くところがあるので、なかなか危険ですね。普通だったらファイヤーワイバーンいっぱいいるんで、で、これを狩ると。こっちの方が、さっきの濃縮ロックよりは取得量が多いです。ちなみにオノよりピッケルの方が獲得はしやすいです。もちろんアンキロ君とかの方が獲得はしやすいです。ここは以上ですね。続いてバルヘイムなんですが、ここが一番安全にシャードが取れる場所にはなってます。こちらですね。一応マップがこの辺り、座標がこの辺りになってます。これも一応一体飛び回ったんですが、バルヘイムもこの一角だけのようです。で、数的にもこれぐらいなので、おそらく湧くの多分これぐらいしか湧かない可能性があります。ちょっとまだ安定してないかもしれないので、もしかするともうちょっと湧くかもしれないんですが、今現状、この自分の環境ではここしか湧いてないです。なんで獲得はしやすいんですが、そんなに量は取れないというお話になってきます。
ここならまだ比較的ですね、暗記路出して買ったり帰るっていうこともできるエリアにはなってると思うので、特に何も狩らずにですね、一応初期の状態でも、飛ぶことができれば、ここまで来ることができれば、獲得できるというものになってますね。続いては、洞窟ですね。賢者と群衆の洞窟になっております。入り口地図はこちら、座標はこちら。ですね。なかなか飛んでいくかアスレチックが必須のエリアになってますね。ここ入っていただくと、虫がいっぱいいるんですけど、左側は特に何もないです。今まで通りですね。このまままっすぐ進んでいただいたところの、ここのエリアです。ちょっとジャンプが必要なところの下になるんですけど、歩いて下に行くことはできません。なので、ここに関しては、ほぼほぼですね、デスモダス入ってきて、デスモダスでここまで来て狩るという流れになると思います。ただ、このようにですね、追ってきた虫たちがいるので、これを処理しないといけないということになります。こんだけですね。一応奥に関しては何もないです。では最後ですね。免疫の洞窟になります。地図はこちら。座標はこちら。一応ワイバーの谷の横ですね。こちら入っていただいて、ここも虫とですね、お肉がいるんですけど、入っていただいて、ここに免疫のアーティファクトがあるというシンプルな洞窟になっております。ここに関しても上ではなくて下の部分ですね。ここもデスモダスで来ていただいた方がいいと思うんですが、おすすめするところがですね、一応ここに一角とぐるーっと回っていただいて反対側遠回りしてるんですけど、あとここですね。こことこっち側の2箇所あります。ここに関してももちろん通さないといけないんですけど、デスモダスであれば比較的重量ぶりにしてたとしても病にだけ気をつけていただければそんなにめちゃめちゃいる量ではないので、飛んでくればこの辺の虫とかですねはさほど気にされずに、さっきみたいにですね確実にヘイト取ってっていうほどではなく来れると思うので、比較的安全に確保ができるのと、下に落とすことができるので、お肉以外はですね上で安全に確保するっていうことができます。こっちはちょっと登ってこられちゃうんですけどっていうところですね。こっちの方がさっきの賢者群衆の洞窟よりは量も取れるし、どっちかというと安全っていう部分があります。シャード、今回追加された部分も含めてなところになるんですが、獲得として一番安全なのはおそらくバルヘイムのところになるんですけども、取れる量が少ないので、総合的なところで見てみると、おそらくこの免疫の洞窟に取りに来るのが一番効率的だと思われます。もちろん全部回るのが一番量取れるところではあるんですが、おそらくバルヘイムのあの部分に関してはかなり方式とかだと特に争奪戦になる部分でもあると思うので、比較的ここかメガピテックスのですねシャドウを取っていただくのが安全ではあると思うんですが、獲得量的にはどっちが多いかなっていうところになりますんで、労力的に考えるとおそらくデスモダスがいるんであればですね、免疫来て軽く買ってこの辺で暗記路でバシュバシュって買っていただくのが一番効率的ではあるかと思います。一応念のため、吹き出しているようですがダメージはなさそうですね。一応ですね、溶岩に関しても温度が変わったということなので、どれぐらいの湯加減になっているか試してみます。200か。はい。では、いかがでしたでしょうか。アップデートによって再配置された最新情報としての黒真珠、シャードについての取りまとめとなりました。どちらもですね、追加はされたんですけども、各所増えたところに関しては、そんなに多いというわけではない状態。シャードに関しては、ほぼほぼ元々あったやつが分配されたぐらいのレベルになってますので、各所少量ずつの獲得ということになります。一気に集めるっていうことはできなくなりました。ここは公式とかで独占とかですね、その辺であったり、簡単にシャード集めてエレメントが作れるっていうところの難易度を抑える部分もおそらくあるのかと思われます。
獲得量的にはやはり本編でですね、お伝えした通り、免疫の洞窟か、メガピテクスぐらいが比較的効率的に集めれるのかなというところになりますね。シャドウに関しては。黒真珠に関しては、海底洞窟がですね、シリカ真珠になってたので、今後ちょっとどうなるかっていうところですね。改善がされるのか、スポンマップにもあった場所なんで、確実に黒真珠の枠ポイントだったはずなんで、なんとも言い難いところではあるんですけども、今回追加でご紹介させていただいた深海の方の洞窟に関しては、シャードと一緒に取れる部分もありますし、ちょっと手で掘らないとですね、しんどい部分はあるんですけど、シャードの場合。ただ、黒真珠に関してはですね、スピード振りのアンコウくんですね。重量振りしないとダメなのか。重量面もあるんで、結構大変かもしれないんですが、黒真珠ですね。取っていただいて、比較的位置に関しては、今、ローカル環境なんで何とも言えないですが、比較的安全に取れるかなというところではあるので、他のワイバーンの巣ですね、とマグマの巣に関しては、確実に相当しないとですね、バトルになるんですが、あそこの深海洞窟に関してはですね、奥深く行かない最初の段のところに関しては、そんなに密集はしてないので、そろっと行けば比較的見つからずに獲得ができる部分ではあるので、今現状としてはおすすめの黒真珠の採取場所となります。どちらにしてもですね、獲得が難易度的にですね、シャードはどちらかというと獲得の難易度自体は落ちました。ただ、取得量は一気には取れなくなったというところですね。黒真珠に関しては獲得難易度が海底洞窟がなくなっただけなんですけど、若干上がったかなというところになりまして、ガチャで取っていただくのが一番安全です。というところで、ここ最近の動画ですね、に関して、シャード情報は今回まとめさせていただいたんで、黒真珠に関してはこちらの方を参照していただいて、ガチャの解説しておりますので、活用いただいて資源集めしていただければと思います。急遽ですね、こういった形でちょっと取ることになりましたんで、間に差し込むんですが、資源採取の後編ですね。次回に関しては、この鉄関係とかですね、黒曜石とか、セメントとかですね、よく使うタイプのもの。一応、真珠ですね、海底洞窟とかはあるんですけど、そこ以外ですね、比較的最初からヒュッて飛んでって取れるようなところに関してご紹介しようかなと思っておりますので、ぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。では、本日は以上となります。ちょっと今日早口だったかもしれませんが、申し訳ございません。普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ではですね、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。